こんにちは、鳥犬チャンネルです。本日はプラマックスから発売されました VF1J の紹介をしたいと思います。最初からね、今回は完成したもののレビューからいきたいんですけど、全塗装して仕上がった状態です。バトロイド形態がね、すんごくアニメ設定に近いもんだと思います。そしてね、この肩がね、こういう上がり方するっていうギミックはね、ここのプラマックスさん、マックスファクトリーさんが初なんじゃないですかね。これ驚きましたね。で、腕回転です。はい、それから付属品のね、手をいってみましょう。拳ですね。拳いろいろ入ってるんですよね。はい、平手左。もう一個平手の左で、パーに広く広がってるやつ。1S のね、手パッと開いたパッケージを思い出しますね。はい、グーで、右のグーですね。手首自体がね、大きいんですよね。変形するとき絶対腕の中入らないと思うんですけどね。はい、そしてここ上面のね、このモールドがね、素晴らしい、素敵ですね。長谷川さんもだいぶ良かったんですけど、この辺なんかもね、すごくいい感じで造形されております。そしてね、足裏のこのモールドもね、このキットが初なんちゃいますかね。こういうね、溝がモールドちゃんとされて成形で一発で抜かれてるっていうのがね、びっくりしましたね。どうしても事前のね、画像だけの情報だけやったら分からなかったんですけどね。そして分からなかった作って分かったところですね。ここ腰の部分の関節のとこですね。このね、関節の機種の裏側になるここですね。ここの外装がこんな感じでついてるっていうのが驚きましたね。もうね、若い頃みんなここの変形どうなってんやろう言うてみんなね悩んだとこですけどね。高徳トイスさんとかね、引き出しになってましたけどね。はい、であとね、ここのキットの後もう一つおまけ言ったら、ここが開口したパーツに付け替えができるっていうのが一つ売りじゃないですかね。変形した時にはね、ここの隙間、変形モデルだとねなかなかつかないところなんですが、今逆入れちゃいましたね。今修正しております。このようなねダクトが開くんですよね。ちょっとはめづらそうですね。はい、このように差し込むとここがパカッと開いた。こういったこの造形のね、この解釈もね、プラマックスさんが初なんじゃないかなと思いますけどね。でもなんかトイレあったりするんですかね。まあちょっと詳しくなくて申し訳ないんですけどね。足回りがね、やっぱり太いのがバトロイド・バルキリーの設定画にイメージだいぶ近くなってると思います。長谷川さんの方は長谷川さんでね、本当に航空機が変形したらみたいな細さ、スマートさがすごくいいんですけど、こっちはこっちでね、アニメ設定にだいぶ近いかないう感じでね、今井さんなんかね、当時はねベストのキットやったんじゃないかと思うんですけど、その武骨さを超えてさらにアニメ設定に近くなったいう感じ。そしてモールドも当然増えましたって感じが、いい出来のキット出てきましたよね。はい、1D の方も楽しみです。そしてね、あと付属もう1個見せておきますと、ベルトね、ベルトがねこんな感じです。てっきりナイスの樹脂かなと思ってたら PS の樹脂でした。はい、そしてねパッケージなんですけどね、オープニングのシーンですよね。それではこれから作っていきたいと思いますけど、購入した先は私はヨドバシカメラでした。コスパはね、今頃の価格かなとは思います。はい、それではパッケージ開封で8倍速でお届けしていきたいと思います。はい、まずパッケージの方ね開けて確認していっております。もうすでにね、私以外の YouTuber さんで組動画してる方はね多いかと思いますんでね、この辺なるべくさらっとは流したいような気はするんですけれど、はい、このように成型色ちょっとグリーンかかったやつですね。アニメ設定の色がこっちだったんですかね。はい、ガンポットもこのようになってます。はい、腕と足のパーツになっておりますね。白いパーツです。そしてポリキャップです。それから頭部ですね。
頭のガンがついております。そして足の内部フレーム、そしてその先にはデカール見えてますね。そして透明パーツ。それでは組み立て入っておりますけど、頭部の方を作っております。内部にねポリキャップを仕込んで組み立てていきます。ガンのねこの分割ってね、これが初めてかな。はい、そして胴体の方行ってますね。内部パーツでこのようになって、機種がねちょっと動くようになってるんですね。今黒いパーツね、黒っぽいパーツはめましたけど、そう、ここがね入りまして、はい、あと背中のね、ところを今つけたところです。で上部ですね。はい、そしてさらに組み立てが進んで、肩のアーマーの隠すとこですね、動くところの、はい、このようになっております。もう8倍速でやるとね、もうなんかあれですね、ほんとなんかさささささって組んでるようなんですけど、結構ね実は時間本当はかかってます。はい、そしてねここの分割もね、なんかもう塗装がしやすい分割になってますね。はい、そしてここがね組み立てて気づいた腰の関節の解釈のパーツのところですね。はい、で肩の内部のとこ今作ったんですけどね、ここもね細かい芸かなと思いました。感じ、バンダイさんのね変形するやつは作ってないんで分かんないんですけどね、新しいもの最近再販はしてないけど、中はちょっと分かんないんですけどね、こういったのは私は初めて見ましたね。はい、でちょっとね腕の中間違えてたんで後で組み直しとかするんですけどね。はい、このように左右とも腕を作っていっております。でこの腕でね、見本ネットで見てた時の画像で気づかなかったのは、肘というか腕のとこですね。ここの赤いラインが入るとこ、そこがね段落ちして溝になってるんですよね。そこは意外でしたね。買わないとわからなかったです。うん、あそこ段落ちにしてそういうモルドにするかみたいな感じでした。 1S の携帯とかね、そこがまた黒になったりするんで、多分そういうのにねまたデカール黒とかつけてね 1S とか出たらやるんじゃないかなとは思います。多分なんですけどね、1J にとどまらずに 1S と 1A 行くんじゃないかなとは予測はしております。 1D が出てくれるぐらいですからね。はい、そして脚部の方に組み立ては移っております。はい、で脚部でね特にそう今触ってた足ですね、足の裏のモールドがもうめちゃくちゃ抜きがすごかったんでね、びっくりしましたね。あれは長谷川さんとはまた違う解釈でね、で長谷川さんはまたあそこのねこうかかとつま先がこうパカパカ開くんですけど、こっちは開かないけど裏のモールドがすごいっていう驚きの表現してましたね。はい、そしてね膝下、すねのとことかね、アニメ設定がよくね反映されてると思います。どうしてもね変形する形にしたりするとトイとかもそうなんですけど細くなっちゃうんですね。そこがしっかり図太くなってる。ちょっとアリーさんとかね太すぎるとこはあるんですけど、ちょっといじくればねちょうどよくなるんですけれどね、アリーさんはね、ちょっとそこの太さっていうか武骨さうまく再現されてるなと思います。はい、でなんやかんや言っててほぼ組み上がりました。透明パーツはまだ後でつけます。はい、ガンポットの方を作っておりますけどね、これもね、はい、すごいんだこれ。はい、出来上がりました。はい、それでは次は塗装に入っていきます。エアブラシ塗装でフィールドグレー2を吹いてます。フィールドグレー2を吹く前っていうのは、メカサフのメカニカルサフェサー、スーパーヘビーっていうのを吹いてから、黒っぽいやつですね、それからやってます。ちょっとねグリーン系っていう指定があったんでグレーのね、どれが合うかなと思ってフィールドグレー2が自分のイメージにあったのでフィールドグレー2で塗っております。足とね、それから内部のフレームも塗ってます。それから次はねミディアムブルーで白のところを吹いていきます。ちょっと黒っぽいね、スーパーヘビーの上に
ブルーのねちょっと濃いめのやつ、ミディアムや中間色ですかね、塗っております。エアブラシ塗装は下地の色でね、上を何を重ねていくか、下を何にするかで出てくる色が変わってきますからね、楽しいですよね。はい、ミディアムブルー塗ってと、その次はちょっと明度をさらに明るくして、それからはスカイブルーではなくてライトブルーですね、塗っております。ちょっと動画の方は抜けて塗り終わった方になるんですけどね。そしてさらに明度を上げてライトエアクラフトグレーっていう白っぽいねグレーの方を吹いております。白っぽい色をねどうするかね悩みどころですよね。そして最後の白のところをクールホワイトで塗っております。パネルラインをね、意識しながら筋のとこはなるべくかけないようにエアブラシをきました。この後でトップコート吹けばまた発色がね変わってきます。そして赤色のとこですけどね、ここデカールはついてるとこなんですけどシャインレッド塗ってきてます。この後でねスカーレット塗った方がもうちょっとねデカールの色に近くなったかなとは思うんですけど、ちょっと重めの赤になってしまいました。シャインレッドでございます。はい、今塗ってるここ、補助翼ですかね、ここの赤色もねデカールはついてるんですけどちょっと嫌かなと思ったんで塗装にしました。あとはね胴体の横の部分、ここがデカールもともとない赤のラインがあるので気になる方はね、マスキング通して、赤で塗ったらいいかなとは思います。そしてベルトのところです。次2つあるベルトなんですけどウッドブラウンで拭いております。金具のとこは後で下ベルカラーの筆塗りで銀系の塗装をいたします。ここねこれなんですよね。 PS でこういう形で抜いてました。はい、そしたらクリアパーツの塗装になりますけど、まずはクリアオレンジ、肩のとこの背中というかねとこの2つですね。それから足のクリアレッドのパーツ、クリアレッドね、何回か拭きます。クリアブルーも同じように拭いていきます。足のとこですね。そしてモニターのところ、目のところですね、ここをクリアグリーンとクリアブルーのところで拭きました。モニターの中のモールがすごいのでまたそれをご確認ください。はい、次デカールですね。デカールもねちゃんとついてくれてます。別売りなんてどこかのメーカーみたいなことはしておりません。はい、長谷川さんよりはねやっぱりね数は少ないかもしれないですけどしっかりねついております。必要な部分を切り取っていきます。一部ねやっぱ使うのやめようかな思っててね。で今切ってるところのね東郷くんのマークが1個余るの嬉しいですね。はい、デカールをねこのようにまたスポンジの上に水を含ませたスポンジの上に並べて貼っていきます。前までねこういうスポンジに乗っけてっていうのをしなかったんですけど、これやったらねすごく便利です。はい、やっててねすごく作業もはかどることが分かったんで、このやり方っていうのはおすすめでございます。はい、マークセッターを塗ってその上にデカールをどんどん貼っていきます。はい、そしてデカールはねだいぶ乾いてきたかな思ったらその後でマークソフターを塗ってあげるんですね。マークソフター各メーカーいろいろと出ておりますけど、私タミヤのスーパーハード使うことが最近は多いですかね。クレオスかだいたいその辺り使っておりますね。はい、で密着させたらね筋彫りもまた浮き上がってきてくれたりするので、はい、でそして乾いた後はトップコートでコーティングしてあげるいうことをしてます。ツヤ消しで十分ちゃんと剥がれないようにはなってくれます。綿棒とかもね結構ね大事ですよね。ちゃんとね水気吸ってあげてね。ここがね、でここのね今触ってるとこ辺ですかね。今カッターナイフ入れたとこですけど、デザインナイフ入れたとこですけど、ここがねちょっとこのようにしないとはまってくれないっていうかね浮くんで、ちょっとここはナイフ入れてあげないといけないかないう感じ。はい、ここの胸パーツね、長谷川さんとかやったら別パーツとかなってるとこですけど、ここはねデカールでこのような表現になってました。
1S とか出たらね、ここがまたつながった感じで黒と黄色のつながったデカール来るんでしょうけどね。マックスさんのデカールはちょっと分厚いかなと感じました。はい。でももうあるだけで十分ですね。で、ここ溝のところにこの赤ライン入れます。はい。三角形もつけます。1D の時はね、右腕のところにガンポットつけるどうも付属品があるんじゃないかないう感じですね。今の見本のね画像を見ると 1J にはついてなかったですね。で、これから出てくる 1D ですけどね、首のところ登場の座席がねつくのがね、あれいいかな思ってますね。あれがあるんでね、やっぱり買おうかな、どうしようかな思ってます。今年は買いたいもんが多すぎてね、やばいです。はい、もう値段もねそこそこな世の中になってきたんでね、大変です。はい、ここの、はい、東郷くんのこのねアルファベットのやつね、どっち向きにつけるかちょっといつも悩ましく感じますね。はい、こちらガンポットもどっち向きにつけるかすごく悩ましいんですけど、はい、ファイター時の時に普通に見えるようにしてみました。絵によってはね、パッケージのね他のメーカーさんのこっちがね逆やったりするんですよね。それがどれが正しいのはないかもしれないんですけど、ちょっと悩みますね。皆さんはどうですかね。どっち向きでつけていきますかね。左右でこう逆にしてみたりね、そういうのもいいかもしれないです。アニメ設定のねもう追加のとこなんで、もうこの辺りはもう個人の自由好きにやったらいいかなと思います。はい、101っていうマークですね。プロメテウスの番号と一緒ですね。はい。それからね、ここインテークのところのここの V 字型のねこのマーク、これ選択式になって、これかもう一個別のデンジャーだったかな、書いてるようなデカールがあって選択式になっております。私こっちのね、このタイプの方がかっちょいいかなと思ってこちらを選びました。はい、でそしてね細部まだ塗ってないんですけどね、今ちょうど左手の親指が当たってるあたりの中の赤色というかオレンジ色というか、そこはねまた後で筆塗りでやっていきたいと思っております。細かいですね、こういうとこやるのもね。はい、でもデカールがねそこそこあるのは本当に嬉しいです。はい、このように貼っていってね。はい、デカールを乾かした後はトップコートを拭いてしっかりと固めます。はい、これからまだね濡れてない細部塗装に入りたいと思います。主にね、はい、赤色のとこですね。シタデルのベースカラーの赤をまず使っていきます。こちらですね。ここをねはみ出さないように塗っていきます。ちょっとはみ出してもね拭き取って水拭きすれば乾く前やったら取れるんで、乾いてしまってもタミヤのアクリルの溶剤で拭き取ればちゃんと拭き取ることができます。はい、今ねこういう赤で塗ってますけど、シタデルカラーってちょっと乾くとね色がこう落ちるというか、こう重たい感じの色になるんで、黒っぽい色にちょっとスライドするんで、その後でレイヤーっていうねもうちょっと明度を上げてなんか雰囲気良くなるカラーがあるんで、その手の系を使います。はい、そして今度はね落下塗料の、シルバー系で今ね尾翼のところの赤とか青が来るところ塗っております。はい、カメラアイの中も塗ってあげました。はい、こちらも塗っております。後でねクリア系の落下の赤と青を塗っておりますね。よく乾かしてから塗ります。背中側のねクリアオレンジのところ、そこの縁のところもシルバーで塗ってます。ここシルバーで塗る塗らないはねもうここは好みです。はい、先ほどシルバー塗ってる間にねさっき塗った赤色が乾いたと思うので、
シタデルのレイヤーを赤の上に乗っけていきます。ちょっとオレンジ寄りのねやつ塗ってあげます。ここはね、人の絵によってちょっと黄桃色っぽいような色に見える時が私あるんで、ちょっと黄色が入ってる方がいいかな思って、はい、入れています。もう下出るからね、ほんと便利です。ただ高いのがネックかな。ファレフォはね、使ったことがないんで何とも言えないんですけど、下出る買ったらね、ファレフォまでちょっと手が出せないですね、正直ね。はい、そしてここ、かかとあたりのね、ここのとこも黒縁で、あと中のね、この丸っこいところがね、赤で塗るところになります。一応デカールついてるんですけどね、やっぱここ突起した赤色のねパーツになってる状態だったんで、パーツというかモールドですね、モールドになってたので塗ることにしました。はい、また同じパターンで下出るのね、ベースの赤を塗っていきます。で乾いたらね、下出るのレイヤーの赤系を塗ってあげるといい感じに出来上がっていきます。下出るのレイヤーの赤色系ですね。明度がね、これで上がっていきます。で塗りたての時よりもね、やっぱちょっと下出るって乾くとちょっと重くなる、明度が若干落ちる感じがします。それがね、またいい感じに表現されてきますんでね。はい、そして、翼のこのライトのところですね。ここをね塗っていってます。結構ね、もう私も老眼入ってるんで塗るの結構辛かったりするんですけどね、小さいところね。必要なところでは一応ルーペ使います。はい、次は墨入れを兼ねたウェザリングです。水性ペイントのいつものウェザリングカラー、水性のウェザリングカラーをやっていきます。茶系のやつの方ですね。もうとにかく水で薄めてじゃんじゃんもう手当たり次第全面に塗っていっております。これね、ほんと便利なんですよね。で拭き取るときにティッシュペーパーでもいいですし、私自分が使った使い捨てのマスク貯めてるんで、それをキムタオルが本当はいいんですけどね、お金かからないでやるんやったらちょっと今こうねマスクを利用します。それから次はクリアパーツの取り付けですね。アルミシールのところにね貼ってね切り出しします。アルミシールはこれはね100均かどっかで買った台所のね油飛び防止の割とでかいやつ持ってるんですけどね、それがもうなかなか切らずに持っておるので、またそれを使っております。裏面をねこのようにアルミのテープ貼っとけばね、すごく反射がいい感じで再現されます。キラキラしてね綺麗ですよね。雰囲気あると思います。はい、膝下入れようとしてるけどね、なかなか入らなかったですね。でも簡単に入ると今度スコッと落ちたりするんでね、そこのテンションは調整がね難しいとこやな思うし、でもねこれをちゃんと抜いてる会社ってやっぱ素晴らしいなと思いますね。はい、だいぶねこういうフラット塗装したところにこういうクリアパーツがねところどころにあるとアクセントになって結構ね見栄えが良くなるんじゃないかなとは思います。はい、次はおまけキット同スケールの一条光さんを塗っていきます。はい、ベースカラーのホワイトを塗っていきます。もともとはサフ吹いてね、1000番ぐらいのサフ吹いてホワイトを吹いておきました。でシタデルで塗っていくときに下地にねまずシタデルの白塗ってる方がね定着がいいんで、はい、シタデルのベースカラーのホワイト系を塗っております。そして今度はシタデルのコントラストのこのブラウン系のやつ使うんですよ。コントラストね、これねすごく便利です。白地のところにねこれ塗るだけでね、トーンのついた陰影のついた肌系の色がね再現されるんで、はい、そして
シタデルのレイヤーのグレーのちょっとね黒めのやつを塗っていってます。影になるとこ作ろうと思ってね塗っていってます。もう全面に塗って、でそれから明度を上げながら、もう影になるとこは残しながら塗っていこうっていう作戦です。はい、次は明度を上げたグレー、白が強くなってきたグレーを塗ります。これでね影を残しながら、光の当たるところをかぶせていくっていう、そんなイメージで塗っていっております。まあドライブラシとまではいかないですけどね、もうなんとなく塗り広げてる、で影はなんとなく残しながらっていう気持ちで塗っております。はい、そして今度はレイヤーのホワイトですね、さらに明度を上げるって感じです。下出るカラーのねレイヤーだけで塗るとやっぱりねちょっと雰囲気あんまりよろしくないんですよね。ベースを塗ってからレイヤー塗るっていうのがとても雰囲気が出てくる感じを私は受けてますね。でこれで塗っていったら、あとはね細部塗装に入っていきます。細部塗装にはルーペを使いながらやっております。はい、ベースカラーのね赤を使って赤のところを塗り分けしていきたいと思います。これねルーペの下でやって、画角は左斜め上から撮っております。ルーペないとねもうほとんど無理ゲーです私。はい、このようにね赤色を塗っていきます。ルーペはね LED 付きがいいですね。ルーペの円形の外形のところにね LED がついてるんですよ。ウェーブさんから発売されております。でちょっと今上黒っぽいのがねかかってますけど、ルーペの端っこが映っております。もうねもうこんだけ小さくなるとね、若い頃は見えたんですけどね、もう今見えないんですね。はい、ではみ出ちゃうんで、ただでさえちっちゃいんで、もうねこういう風にして筆塗り塗装しております。はい、いろいろ塗りながらね、ネットの情報を見ながら、裏側の情報があんまりないんでね、ここ赤のラインここまででいいんかな思いながら塗って、で検索して、アリーさんから割と大きめのフィギュア一条ひかるさん出てたみたいですね。このテレビ版のスーツね、それのね背後を出してる人いたんで、ちょっと参考にはさせていただきました。はい、そしてブルーのとこですね、ブルーのベースカラーで塗っていきます。ヘルメットの上とかね、アクセントで、横のラインとかね入ってますね。塗るのはねこうしてちょっと大変なんですけどね、同スケールのフィギュアが入ってくれてるっていうのはちょっと嬉しいですよね。やり方としてはとてもサービスのいいやつだと思います。そしてね 1D の方ですね、10月発売だったかな、あれ臨民名つくんですよね。そしてターボでしたっけ、いとこだったかな、民名のちっちゃい子つくんですよね。でなんかターボさんがでかくなって、ニャンニャンでかくなってね、マクロス F ではね大きい商売してるんですかねはい、そして下出るカラーのブルーのレイヤーカラーの方を使います。はい、こうするとね今度はベースカラーが引き立って発色がさらに良くなります。はみ出しちゃったとこもねあるんでね、はみ出したとこはねまた下出るカラーのねベースの隠蔽力って大きいんで、ベース塗ってまたちょっとレイヤーカラーをのっけるっていうことをすればちゃんと隠れてくれますんでね、失敗したとこはそれで補正を後でやります。はい、そしてこれベルトのところはね下出るカラーのレイヤーのブラウン系ですね、これ使ってみました。ここのベルトの形もね背面よくわからんかったんでね、ネットで探したね
フィギュアの背面ちょっとだけ参考しました。フィギュアの方はね、背中になんか銀色のバックパックみたいなの背負ってたんでね、これはないな思って、はい、こっちのキットの方にはないな思って塗ってます。なんとなくこうかなで塗ってみました。はい、そしてね、シタデルの赤で赤色のところをまた発色させてやりたいと思います。はい、赤色ですね。もう本当にね、ちっちゃいですね。もう大変。はい。ちょっと朱色っぽいんですかね。はい、これで出来上がりです。はい、今ね、こちらのキットの方触ってます。もう同時期にこれかぶってくるとはね、大変です。では次回もお楽しみに。